どうなりますかね、向こうのプレゼント。おや、私たちからのプレゼントをどうするかではなく、小金たちからのプレゼントを心配しているんだね。だってねえクリスマス特別企画、アンティーカ大プレゼント交換会。この後私たちは2チームに分かれて相手チームに渡す用のプレゼントを買いに行きます。チーム分けはコガタンマミミンキリリンチームとサクヤンミツミネチームです。買ったプレゼントはスタジオで披露交換をします。どんな品物が出てくるのかは当日のお楽しみということで。マミミンのいたずら心が炸裂するか、キリリンの前世でセーブがかかるか、はたまたコガタンが何かしらのミラクルを起こすか。向こうチーム予測できなくない？そうだね。交換前から胸が高鳴ってしまう。これもまたスパイスと考えるなら、コガタンたちのプレゼントはもう始まっている。それは大変だ。私たちも負けていられない。最大限の驚きと喜びを提供できる、そんなプレゼントを用意しなくてはね。当然。ちなみにサクヤン、こういうの得意分野だと思うんだけど、どう？得意分野と言われてしまうと少々自信はないけれど、プレゼントというものは好きだよ。私が贈り物をすることで相手はどんな顔をしてくれるんだろう。笑ってくれるだろうか、喜んでくれるだろうか。願わくば少しでも幸せを感じてもらえたらいい。そうやって相手を思う時間をもらえて、実際に答え合わせもできる素晴らしい体験だ。サクヤンはあれだね。プレゼントすることが自分へのプレゼントにもなるタイプ。確かにそうかもしれないな。さて、そんな乗り気の私から一つ提案があるんだ。実は気になっているショップがあって。さすが！いいね。じゃあそこから行ってみよう。期待しちゃうよ、サクヤン。ああ。さーて、それでは早速プレゼントを広めといきましょうか。サイズ感がおかしい気もしますが、それは後で詳しく聞きましょう。いざ。クマか。これはそう、クマバイ。大きかぬいぐるみはロマンやろ。可愛くて安心するってマミミのナイスアイディアバイ。持ち帰りと置く場所に困ってね。なんでそれ。選ぶときにはそがんこと言っとらんかったばい。言ったら却下されそうだし。マミミ実にマミミンらしい。でも残念だね、マミミン。ミツミネこれぐらいの大物じゃ別に困らないな。むしろモフモフを抱きしめながら帰れることに幸せしかないな。同感だ。ならもうどうでもいい。さくやさんとゆいかちゃんからはボディケア用品？箱もパッケージもバリかわいささやかでもみんなを支えるものが渡せたらと思ってね。アンティーカのかわいい妖精さんたちがずっと輝いていられるようにという願いがこもっているのでした。ね、さくやん。ああ。
無難に行くなら焼き菓子とかそういう、いやでも形に残らないものは味気ないか。じゃあ冬だし防寒具は今使ってるのがあるかもしれないし。第一、突然プレゼントなんてよこしてどうした感が強すぎる。やっぱいつも通り何もしない方が。でも私が贈り物をすることで相手はどんな顔をしてくれるんだろう。笑ってくれるだろうか、喜んでくれるだろうか。願わくば少しでも幸せを感じてもらえたらいい。そうやって相手を思う時間をもらえて、実際に答え合わせもできる。素晴らしい体験だ。なんかクリスマスっぽい飾り物とか。いやいや、当日に贈られても持て余すよね、絶対。我らが聡明な姫は一体何に悩まされているのかな。ってサクヤン。失礼。そんなに驚かせてしまうとは思っていなかった。よほど真剣に考えていたんだね。まあ、ちょっと人への贈り物をね。クリスマスだし。そうか。それだけ心がこもったプレゼントなら相手も喜ばないはずがないね。そうかな。似合わないなとか、急にどうしたとか、そういう感想になったりしない？まさか。気持ちのこもった贈り物というのはきっとどんな時だって幸せを運ぶものだよ。それにユイカがクリスマスプレゼントを用意するというのは別段イメージから離れるようには思わないけれど、何が心配なんだい？三峰、家族にはもうちょっと雑だったり。ああ、ご家族へのプレゼントだったのか。それは確かに照れくさいかもしれないね。やめて、照れくさいとかはっきり言うの。でもそういうことです。今までクリスマスプレゼントなんか渡したことないし、思い立ったはいいけどやめといた方が無難じゃないとか迷っていたところでした。なるほど。それなら私は照れくさくてもプレゼントを用意するべきだと進言しよう。サクヤンが逃がしてくれない。当然じゃないか。私は人の笑顔を見るのが好きなんだ。ユイカのご家族が笑顔になれるチャンスをみすみす逃したりはしないよ。それに笑顔になるのはご家族だけではないだろうしね、ユイカ。サクヤン。どうだろう。何か違っているかな？いいえ。でもさ、ここまで後押ししちゃってるんだからさ、サクヤンはプレゼント選びにも協力してくれるんだよね。三峰、一通りどのプレゼントもないわーってなってるんだけど、バッチリなの見繕ってくれるんだよね。ユイカはすね方も可愛らしい。もちろんユイカが望むなら最適なプレゼントを提案しようと思っているよ。そうだね。クリスマスカードというのはいかがかな。カード？なくなってしまう食べ物では少し寂しい。改めて何か物を渡すのも照れくさい。でもせっかくならこの気持ちを伝えたい。それなら自分の気持ちを綴れるカードこそ適任じゃないだろうか。お見通しすぎて怖いんですけど。気取らずに気構えずにユイカの素直な思いを込めればいい。それが一番苦手なやつなんですけどね。それでもいつもはしない贈り物をしようとした時点で
最初の一歩を踏み出しているんだと思うよ。特別な日は笑顔が多い方がいい。オーケーオーケー。負けたよ、さくやん。買ってくる。ありがとね。はい。もしもし、さくやん。みつみねでーす。こんばんは。遅い時間にごめんね。今大丈夫？こんばんは、ゆいか。私の時間は大丈夫だけれど、珍しいね。ゆいかから電話なんて。たまにはね。というより、早く伝えたいなーってことがあってさ。おや、それは興味深いな。でしょでしょ。聞いてくださいよ、さくやん。家族からさ、クリスマスカードの返事が来たの。こっちは1枚しか出してないのにさ、両親も兄さんも弟もバラバラによこしちゃって。それは。おかしいでしょ。妙に張り切っちゃってるのバレバレだっていう。だけどさ、やっぱり嬉しかったんだよね。ああ、カード送ってよかったんだなーって。それもこれもさくやんのアドバイスのおかげだから、早くお礼が言いたくて。ありがとう、さくやん。お役に立てたのなら、それはとても嬉しいことだけれど、ゆいかの気持ちがあればこそじゃないかな。言うと思った。そうやっていつも謙遜するんだもん。だから今回は反撃を用意したんだな。反撃？そう。まあ、みつみねの気持ちがうちの家族に届いたから喜ばれたんだとしましょう。でも、あの時さくやんとたまたま会って、さくやんが背中を押してくれてなかったら、みつみねは家族にカードなんて送ってないんだよね。多分、クリスマスプレゼント自体途中で諦めてたし。ということはつまりさくやんのおかげでみつみねの気持ちが届いたし、それでうちの家族が喜んだし、家族が喜んだことをみつみねも喜んでるという今の状況になるわけです。さくやんの功績大きいでしょ？はい、ここまでで何か質問は？ゆいかはどうしてそんなに私を褒めてくれるんだろうか。それはね、ちょっと悔しかったからです。この間の買い物の時、さくやんってばみつみねの心ドンピシャのアドバイスくれちゃったじゃん。それなのに大したことしてないよみたいに振る舞われちゃったら困るからさ。ここは一つ、さくやんの偉大さを他ならぬさくやん自身に理解してもらわねば的なね。だから、さくやんありがとうと。もう一回言うけど、みつみねもうちの家族もハッピーにしてくれたきっかけはさくやんです。ゆいか、ありがとう。気持ちは十分伝わったよ。本当に？大丈夫？みつみね、信頼できるある筋から気取らずに気構えずにみつみねの素直な思いを込めるのが大事って教わったんだけど、足りてる？ああ、足りているさ。そっか。じゃあいいかな。みつみね、こういうの得意じゃないから加減がわかんなくて。さくやんには本当に感謝してるんだよ。うんうん。みつみね、今ので満足かな。素直なゆいかは特別素晴らしい。すね方が可愛らしくて素直だと特別素晴らしいんじゃ、みつみね、さくやんに特攻持ちだね。
まったくだ。じゃあ、満足したところで、そろそろ失礼しようかな。どうしたの？いや、なんでも。ないわけないね。さくやん。三峰今度はさくやんから素直攻撃受けてみたい気がしてるんだけど。さくやん。じゃあ、お言葉に甘えてもいいかな。ねえ、ゆいか。まだ電話を切りたくないと言ったら、ゆいかは付き合ってくれるかい？当然。じゃあ早速、今日一の面白かった話なんだけど、